こんにちは、快適アートです。今回は初夏の花×女の子のイラストシリーズ第2弾です。前回は藤の花とセーラー服の女の子を描きました。こちらは水彩の具とターナーのアクリルガッシュで描きました。今回はアジサイと着物の女の子を描きます。マスキングテープで下絵を固定して転写していきます。転写するための用紙は鉛筆で作っています。柔らかめの鉛筆でコピー用紙全体に塗っていきます。ついでに平行なタッチの練習もしています。これをすると芯がかなり消費されてしまいます。ティッシュを丸めてこすっていきます。こすることで鉛筆の粒子が滑らかに全体的につきます。黒く塗った面を水彩紙側にして挟み込んで転写していきます。筆圧を強くして描いていきます。硬いものなら何でも転写できるんですが、色付きのボールペンが一番やりやすいと思います。私は下絵は黒一色の方が好きなので、いつもシャーペンでやっています。今回はカジュアルな着物を着た女の子を描きたかったんですが、実は下絵の段階では柄は入れていません。涼しげな印象にしたいので、レースの着物を描いていく予定です。雨が降っている中で立っている設定です。こんな感じで転写できました。次に墨を準備していきます。私は線画を描くときに青っぽい色味の墨を使っています。他にも墨は種類があって茶色っぽいのとかもあるので、お好みに合わせて描いてみるのも面白いと思います。線画を描くのは面相筆で描いていきます。今回は濃い色味をたくさん入れようと思うので、少し墨も濃いめにしています。いつもお花をたくさん描くような構図では花をたくさん入れすぎて線画が大変なことになるんですが、今回はアジサイなので結構花が大きめで、描く数もそんなに多くなかったので早く終わりました。アジサイはガクアジサイを描いていきます。ガクアジサイは真ん中につぶつぶした部分があるので、そこの部分をパールの絵の具を使いたいと思います。筆で直線を描くのは結構難しいんですが、今回かなりうまくいったので、ほぼノーカットでここの部分を写しました。平行な直線を2本引かないといけないんですが、かなり綺麗に描けて自分でもちょっと感動しました。この間ずっと息をしていなかったです。筆の線を使うとこういう編み込みの部分もさっさと払うような線で綺麗に描けます。結構複雑な形の髪型なんですが、こんな風に線画の段階で立体感をつけて線を入れておくと、着彩の手数を減らせることもできるので念入りに描いています。人物の着彩には墨雲堂の絵墨、目を使っていきます。こちらの絵の具は墨からできているそうなんですが、6色すべて落ち着いた色味で、濃く塗っても薄く塗ってもどちらも綺麗な色味が出るので気に入っています。まずは全体的にベースの色味を塗ってから、そこに影の色味や血色の色味をにじませていきます。ほっぺた、口、目のあたりは赤みをさしています。目の色味は緑色の絵墨を全体的に塗ってから、瞳孔の部分だけ紫を使いました。一度にじみで作ったベースの色味を乾かしてから、上から細かい陰影をのせていきます。影の色味は紫みの色と青みの色を交互に塗っています。青みの色味はあまり入れすぎると血色が悪くなってしまうので、本当の顔の端っこの方にしか入れていません。髪の毛は紫色っぽくするので、影も紫で額に入れています。手の彩色も同じようにベースの色味を塗ってから影と血色の色味をにじませています。髪の毛の色味は今回グラデーションにしてみました。緑、青、紫の順で三つ編みの先に向かってグラデーションにしています。グラデーションで塗った色味が乾いたら、上から大まかな陰影を加えておきます。前髪は払うようなタッチで筆のストロークで描いています。背景を描くのにマスキングインクを使います。
私はペン型のものを使っています。今回背景には光の粒を飛ばします。あとは傘から滴っている雨粒も描いておきます。この直線的な表現の部分は実際にはこんな感じにはならないと思うんですが、ちょっとデザインチックに直線を垂直に入れたかったのでこういう風にしました。光の粒が飛んでいるような感じで尾を引いているのを描いています。次に吉祥の岩彩を使います。普通の固形水彩と同じような感じで使えるんですが、日本の伝統色を絵の具にしたもので少し白っぽい色味も多く入っています。光る粒の周りが薄い色味になるようににじみを使って彩色していきます。少しジメッとした感じにしたかったのでウグイス茶緑という色を使いました。着物のベースをにじみで描いていきます。乾かないうちにどんどん違う色をのせていきます。これはレースの布地を描くための下地に塗っているんですが、かなりカラフルに描きました。下地の色味でもこういう風ににじみで工夫しておくことによって絵にすごく深みが出ると思います。髪の毛の描写を追加していきます。筆の太さが何本か違うのがあるとこういう時に便利です。線の太さや線と線の間隔をできるだけ均等にしないようにすると自然な毛束になります。着物の下地の色にも陰影をつけておきます。今回は陰影を2段階に分けて、最初に下地に陰影がある分とレースの上からまた陰影を描いていきます。塗ってはぼかすを繰り返すような感じで陰影を描きました。次にウィンザー&ニュートンの水彩絵の具を使います。今回はこれをアジサイの額の色味に使っていきます。ウィンザー&ニュートンの絵の具は少し高いんですが、かなり鮮やかな色味が16色入っていて、その一つ一つが発色がいいんですが、塗った時に少し粒立ち感があったので今回アジサイに使ってみたいと思いました。かなりこってりめに塗ってから乾かないうちにティッシュで色を少し取っていきます。ティッシュは折りたたんでシワができるようにしておくと少しだけテクスチャがついてアジサイらしい感じになります。青色とか紫色の絵の具は結構濃く使ってしまうと暗い色に見えてしまうので、少しだけ薄くなるように工夫してあげた方がいいのかなと思いました。葉っぱの色味もウィンザー&ニュートンの絵の具で塗っています。背景が乾いたのでマスキングテープを剥がしてみました。こんな感じで光っている感じは出ているんですが、少しシルエットがはっきりしてしまっているのでそれをぼかしていきます。水だけをつけた筆でこするようにして絵の具を取り除いています。一つだけアジサイを塗るのを忘れていたので塗りました。手につまんでいるような感じで持たせています。次はアクリルガッシュのホワイトを使います。これでレースを描いていきます。レースの柄は今回即興で描いてみようと思って描き始めたはいいんですが、最初のこの設定したレースがかなり細かくなってしまったのが誤算でした。レースを描くのは好きなんですが、考えるのはそんなに好きじゃないのでいつも即興で描いています。なのでこんな広い面積をこの細かいレースで埋めるとどうしても途中でネタ切れが発生します。今回もかなりいろんな柄を描いたんですが、一つ一つの柄がしっかりとつながりを持っていてちぐはぐにならないように気をつけて描きました。レースの着物に合わせて帯などを縫っていきます。彩色の計画をあまり立てずに描いていくので、こういうところは絵の中で合うようにコーディネートしながら描いていく感じです。
帯揚げは最近見た琥珀糖のような感じで描いてみました。 YouTube にたくさん琥珀糖の動画上がってると思うんですけど、雑貨作りも見るの好きなんですが、お菓子作りも面白くて、琥珀糖はだいたいその中間くらいの感じがして好きな動画です。少し影なども追加しながら背景の処理をしていきます。背景を白っぽくした場合と黒っぽくした場合では目立つ色が変わってきます。今回の場合は着物をメインにした絵にしたかったので、他の部分は暗く抑えました。レースの上から陰影を追加していきます。次はターナーのアクリルガッシュのカールパラーシリーズを使っていきます。この前の富士の方で使ったのとはまたちょっと違うパールの種類です。こちらは色味のあるパールです。この前のは白っぽくて斜めにすると色が出てきたんですが、こちらは最初から色味がこんな風についています。今回はアジサイの真ん中のつぶつぶを描くので、この3色を選びました。少し盛り上げるようにして描いています。青と白を混ぜたり、あとは紫と青を混ぜたりして少し混色もしながら描いています。厚く盛り上げると本当に真珠みたいな感じです。薄く塗ると割とメタリックっぽい発色で、それはそれで綺麗なんですが、今回はパールっぽい発色をさせたかったので結構盛り上げて描いています。傘の縁の部分もこれでラインを描きました。かなり盛り上げて描いているのでちょっと時間がかかるんですが、チューブから出したそのままの濃度で描いています。着物に合わせて傘も少しレースっぽい要素を入れました。縁をギザギザに描いておいたので、そこに丸い穴を開けていきます。傘の内側は青い設定ですので、こっち側からは青が見えていて、向こう側は白い光を透かしている感じで描きました。カラーパールで着物の柄も描いていきます。隠蔽力が高くてしっかりと発色します。これで光の部分を少し描いておきました。斜めにすると光った方がいいかなと思ったんですが、これは銀箔と同じような感じで角度によっては暗い色味に見えてしまうので、少し注意が必要だと思います。カラーパールの紫を加えた色味で少しメイクを追加していきます。ちょっと魔が差して白いアイライナーを引いてみました。上級者すぎるメイクになりました。水滴を描いていきます。影の部分を描いてからティッシュで取ります。少し水気が多い絵の具で描いているんですが、乾きかけになると絵の具のシルエットの端っこの方に線ができるので、それを拭き取ることによってこういう風に水滴を描いています。こう丸く筆を動かしても別に描けるんですが、ちょっとめんどくさいのでこういう風に横着して描いています。次に呉竹の岩彩丹美青金色を使います。イヤリングを塗りました。次にアクリルガッシュのメタリックなカラーを使っていきます。こちらがアンティークブロンズで、こちらがアンティークシルバーです。2色を混色して新しい色を作りました。こんな感じのちょっと茶色っぽいグレーです。傘を塗っていきます。かなりクールな感じの傘になりました。ホワイトでハイライトを入れていきます。真っ白だとちょっと目立つので少しぼかしたりしながら入れています。
髪の毛にもハイライトを入れます。今回は元々の髪の色が黒髪という設定ではなくて、ちょっとグレーっぽい髪の設定なので、こういうはみ出したところの毛も薄い色で描きました。一番盛り上がっている部分にハイライトを入れていきます。これも面相筆で払うようなタッチで入れています。傘の雨粒の部分にハイライトを入れます。グレーだけで描いてあるとちょっと手抜き感が出るんですが、このハイライトを入れることによって急にリアルな雨粒になるのですごく簡単です。次にホルベインのアクリリックイリデセンスを使います。クロマパールイエローとクロマパールブルーを使います。パールっていう風に書いてあるんですが、実際はかなりキラキラのラメがたくさん入っています。白いんですが、筆に取るとよくわかります。人物や明るい色味の背景にはクロマパールイエローを使いました。背景の青い部分やアジサイなどにはクロマパールブルーを使っています。クロマパールイエローでハイライトを描きます。最後にコピックのマルチライナーを使います。ウォームグレーの 0.1 を使っています。最後に髪の毛も少し追加しておきます。この細い髪の毛があるのとないのでだいぶ印象が変わります。完成を見ていきます。サブモチーフのアジサイもパールの絵の具を使っているのでかなり華やかです。背景は発光している感じを意識して塗ったので、最後のラメも相まっていい感じになりました。着物はレースをたくさん描いたので、この上にはあえてラメをのせずに少しマットな質感を出しました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。